どうも皆さんこんにちは、原カンタです。ミャンマーの取材動画を順次公開している最中ですが、どうしても皆さんに伝えなければならないニュースが入ってきたため、急遽カメラを回しています。私がここ最近の動画で何度も皆さんに伝えてきたアフリカ中央部のコンゴ民主共和国東部で恐れていた最悪の事態が起きてしまいました。まず、一体何が起きたのか、事実をお伝えします。2026年1月28日、コンゴ東部の北キブ州にあるルバヤ鉱山という場所で大規模な地滑りが発生し、複数の鉱山が崩落しました。豪雨によって地盤が緩んだことが原因と見られています。AP 通信の報道によると、少なくとも200名以上が死亡しました。そして今もなお多くの方々が冷たい土砂の下に取り残されています。亡くなられた方の中には男性の採掘作業員だけでなく、幼い子供や市場で働いていた女性たちも含まれているそうです。亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。ただ、私がこの動画を回した理由は、単に悲しい事故が起きましたとニュースを読み上げるためではありません。このニュースを聞いてこう思った方もいるかもしれません。遠いアフリカの国で不幸な自然災害が起きたんだなと。ですが、断言します。今回の悲劇は決してただの自然災害ではありません。コンゴではこれまでも小規模な崩落事故は何度も繰り返されてきました。いつか大きな事故が起きると分かっていながらも、利益のために安全対策が無視され続けた結果、今回のような取り返しのつかない事態となってしまったんです。そしてこの動画を見ているあなたと無関係な話でもありません。なぜなら、この事故が起きたルバヤ鉱山は今皆さんが手に持っているスマートフォンと深くつながっているからです。ここから少し難しい話をできるだけ分かりやすく解説します。なぜ200人もの人々が死ななければならなかったのか、その構造的な要因を知ってください。なお、権利の関係で実際の現地の映像などを使うことができない箇所もあるため、一部イメージ映像などを背景に流しながら解説していきます。あらかじめご了承ください。まず、現場の惨状についてです。AP 通信が現地で働いていた元鉱夫の方に取材をしているのですが、このような証言がされています。人々は規制や安全対策もなく、至るところで掘っている。一つの坑道には最大500人の鉱夫がおり、トンネルが並行して走っているため、一つの崩落が複数の坑道に同時に影響を与えることがある。安全管理も何もない狭い穴の中に500人もの人間がひしめき合って手作業で土を掘っている。それが連鎖的に崩れたら逃げるのは非常に難しいです。鉱山の採掘には大きく2つの方法があります。一つは企業が巨大な重機を入れて行う大規模採掘 LSM。そしてもう一つが今回事故が起きたような小規模手掘り採掘 ASM です。ASM、アーティスナルスモールスケールマイニングと呼ばれるこの現場では、労働者がツルハシやシャベルといった簡単な道具だけを頼りに自分の手で穴を掘ります。企業が管理する大規模採掘とは違い、ここには十分な安全監督が行き届かないことが多く、崩落の危険がある場所でもお構いなしに掘り進めるケースが後を絶ちません。さらに問題なのが子供たちの存在です。手掘りの小さなトンネルは体が小さい子供の方が奥まで入りやすい。そのため多くの子供たちが労働力として使われています。これはタンタルではなく電気自動車などに使われるコバルトの採掘現場ですが、子供たちが労働力になっているという点では共通しているため紹介しています。多くの子供たちが大人に混じって働いているのがわかります。国際機関などの調査では、コンゴの鉱山では多くの子供たちが採掘や運搬に関わっていると指摘されており、今回のような崩落事故が起きれば特に危険にさらされるのは穴の奥深くに入らざるを得ない子供たちです。では、なぜ彼らはそんな危険な環境で掘り続けなければならないのか。それはそこにある石が世界中で奪い合いになるほど高値で売れるからです。その石こそがコルタンと呼ばれる鉱石です。ここから取り出されるタンタルという金属がスマホやパソコン、そして航空機のエンジンを作るのに使われます。米国地質調査所のデータによれば、コンゴはこのコルタンの世界生産量の約 40% を占める主要供給国です。中でも今回事故が起きたルバヤ鉱山だけで世界のタンタル供給量の 15% 以上を産出していると言われています。タンタルはスマホ以外にも航空宇宙産業などで使われるため、単純な割り算には限界がありますが、ある試算によると世界中のスマホの約7台に1台はこのルバヤ鉱山から来たコルタンが使われているとも言われています。流通経路が複雑なため、
断定はできませんが、皆さんのスマホの中にも彼らが手掘りで採掘した石が入っている可能性は十分にあります。しかし、それほど貴重な資源が眠る宝の山なのに、現地の人々の暮らしは豊かになるどころか地獄のような状況です。なぜか。それはこの鉱山が今 M23 という武装勢力によって実効支配されているからです。今後政府などはこれを違法な搾取だと強く非難しています。以前の動画でも解説しましたが、 M23 はこの鉱山を武力で支配し、そこでの取引や輸送に税金をかけ利益を吸い上げています。 M23 はこのルバヤ鉱山からだけで少なくとも月間80万ドル、現在のレートで約1億2000万円もの収入を得ているとされています。本来なら今後の国や人々のために使われるべきお金が武装勢力の武器代や活動資金に変わってしまっているのです。さらにこの問題の裏にはもっと大きな闇があります。現在このルバヤ鉱山の開発をめぐる交渉にアメリカファーストグローバルというアメリカ企業を含むグループが関与しているという報道があります。この会社の代表はトランプ大統領に近い人物だと言われています。つまり今回の崩落事故は大国の利権争いや武装勢力の資金源確保という人間の欲望が生み出した構造的な人災と表現することができます。コンゴ東部の紛争鉱物問題に詳しい専門家の花井和代先生によると、欧米諸国も企業に対して調達先を調査しなさいという規制を作ってはいます。しかし実際には抜き道がたくさんあります。密輸されたり産地を偽装されたりして、結局は汚れた鉱物が世界の市場に流れ込んでしまう。綺麗な流通経路を作ったはずが最初から汚染されているという指摘もあります。大国の企業が利益を求め、武装勢力がそれを守り、その下で地元の人々が命がけで穴を掘る。そして私たち消費者がその犠牲の上に作られた便利なスマホを使う。私たちが新しいスマホに買い替えるその代金の一部が巡り巡って M23 の武器代になり、あるいは今回のような危険な採掘を続けさせる資金になっている。この死のサイクルの中に私たちも知らず知らずのうちに組み込まれているという現実があります。今回のタンタルではありませんが、紛争鉱物の一つである金、ゴールドが取れる鉱山を私は2023年9月に取材しています。今後で鉱物採掘の仕事をしている人の中にはまだ幼い子供が多数含まれています。当時私が話を聞いた男の子は14歳からこの鉱山で働いていると語っていました。もちろん今回事故が起きたルバヤ鉱山とは別の場所であり、彼らが事故に巻き込まれたわけではありません。しかし現地で泥まみれになって働く彼らの顔を知っている人間として、やはり今回の事故を遠い国のニュースとして割り切ることができませんでした。だからこそ今回いても立ってもいられず、私たちの生活がコンゴという国とどのように関係しているのかお話しさせていただきました。つい数日前、私はこのチャンネルで心が折れそうですと弱音を吐きました。どれだけ魂を込めてコンゴに関する動画を作ってもプラットフォームの使用上なかなか再生されず届かない、そんな無力感に押しつぶされそうになっていたからです。コンゴの発信なんてやっぱり無理なんじゃないか、正直そう思った瞬間もありました。でもこのニュースを見て改めて思い知らされました。私が発信をやめたらこの200人の死さえもなかったことにされてしまうと。社会問題は認知されて初めて社会問題になります。今回の事故で亡くなられた200名の方々は遠い国の見知らぬ人ではありません。巡り巡ってかもしれない、間接的かもしれないけれど、私たちの便利な生活と見えない糸でつながっていた人たちです。世界で起きている悲劇が実は日本に暮らす私たちの生活ともつながっていた。豊かで便利だと信じていた私たちの生活が遠くの国に暮らす誰かの犠牲の上に成り立っていた。そんな話を聞くと、まるで今までの自分の生活を責められているような気持ちになったり、あまりにも大きすぎる問題を目の前にして無力感に襲われたりするかもしれません。でもここは一つ発想を転換してみてください。私たちが問題の原因を作り出しているということは、裏を返せば私たちが変われば問題の原因を取り除くことができるということです。私たちと世界はつながっている。だからこそ私たちが変われば世界も必ず変わるはずです。どうか皆さんお願いです。まずは
知ることから始めてください。それが最初の一歩です。概要欄に現地で活動するテラルネッサンスの声明のリンクを貼っておきます。そして私がこれまで取材してきた今後の動画リストも置いておきます。もっと現地のことを知りたいと思った方はぜひそちらも合わせてご覧になってみてください。今回の動画を見てもっと深く学びたい、でも一人で重い現実に立ち向かい続けるのは辛いと感じた方もいると思います。私が運営するオンラインサロンシナジーでは同じ志を持つ仲間と学び合う場を作っています。つい先日もテラルネッサンスの小川慎吾さんをお招きした勉強会を行うなど YouTube では扱いきれない深い議論も続けています。 YouTube からもう一歩踏み込んで本気で学んでみたいと思った方、ぜひ概要欄のリンクからシナジーを覗いてみてください。私たちにできる第一歩は関心を持ち続けることです。私自身も折に触れて今後の発信を続けていきます。これからも一緒に考え学んでくださる方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。